い、ということで、私、初めてのジャパンジャムに行ってきました。で、私にとってこれも初めてだったのが、ハロプロを野外フェスで見るっていうことが初めての今回体験で、しかもそれが声出し解禁と重なるという、もう素晴らしいタイミングだったので、めちゃくちゃ楽しんできました。私はファンになったのはコロナ禍前だったので、声出しができる現場には行ったことがあったんですけど、なんせ当時はそんなにコールも覚えていない、曲も全部は知らないという状況で参戦していたので、今回がね初めてね、その全曲ちゃんとわかるでコールもできるっていう自分的にはその状態だったんですよ。なのでめちゃくちゃ楽しかったです。はい。やっぱりね、なんか全体的なフェスの感想になっちゃいますけど、他のねアーティスト、ハロプロだけじゃなくて他のアーティストを見て思ったのは、やっぱり声出しができるできないっていうのはめちゃくちゃ大きいし、ちゃんとねマスクを取ってしっかり騒ぐことができるっていうのは、なんかやっぱ本当とても大事だなと思ったんで、もう皆さん今までよく耐えたなって思いましたね。はい。でですね、先に言っておくと、鈴木愛理ちゃんのライブが一番最後の方だったんですけど、愛理ちゃんだけちょっと時間的にどうしても見ることができなかったんですね。もう私、家がとても遠くて、会場からで、次の日普通に朝から仕事というのもあって、もう帰らなきゃいけなくって、なので泣く泣くちょっと鈴木愛理ちゃんのステージは見れずに帰ったんですけど、後からね瀬戸りだとか皆さんの感想とかを見るじゃないですか。うわ最高じゃんって鈴木愛理ちゃんのライブステージがもう最高だったことはとっても伝わってきたので、見れなくて残念ですけども、さすが愛理ちゃんだなっていう気持ちになりました。はい。もし愛理ちゃんのステージを見れた方がいたら、ぜひ生のね感想を教えてほしいなと思います。はい。で、私はとはいえトップバッターのアンジュルムから、モーニング娘。のステージまでは見ることができたので、アンジュとモーニング娘。の感想を喋っていきたいと思います。はい、ということでアンジュルムのスカイステージの、パフォーマンスの感想です。何から喋ろうかな。まずですね、私ですね、行くまですっかり忘れてたんですけど、ロッキンの渋谷社長の前説があるんですよね。最初のトップバッターがアンジュルムなので、こう社長が挨拶して、で前説してアンジュを呼び込んでくれるんですよ。で、渋谷社長といえばロッキンでモーニング娘。がトップバッターを務めた時にもとてもいい前説をしてくれてるなっていう映像でですけどね、印象があったので、そうだと思って、今回初めてアンジュルムの前説をついにしてくださるんだと思って、でやっぱりね声出しが解禁になったっていうのがあるので、すごい盛り上がりなんですよ。もう前説の時からわーっと。でその盛り上がってるところで呼び込んでくれるんですけど、竹内あかりラストフェスアンジュルムって言って呼び込んだんですね。なんかその時点でもうこっちも感極まってるというか、なんかグッとくるものがある状態じゃないですか。竹ちゃんのラストフェスって言ってくれたと思って、で出てくるじゃないですか。出てきて横一列に並ぶんですけど、そこでふと見たら竹ちゃんが顔をこうやってるんですよ。なんかこういう感じにしてて、あれと思ったら泣いてるんですね。竹ちゃん泣いてると思って、もうなんか声かれてきたもうなんかそこでオタクもね、そこはちょっとね感極まりまくりますよね、それは。はい。とはいえそのねしんみりしたムードになることはもちろんなく、アンジュルムですから、もう1曲目からドカンとぶちかましてくれて、セドリの話を先にすると、1曲目ぶっ壊したい、アルバムの新譜の中から一番ロックな曲ですね。はい、ロックな曲、これ来るだろうなと思っていましたけど、これが1曲目に来ました。で、そこからはフェスとかライブで、おなじみの曲たちなんですけど、もちろん盛り上がるコールが楽しめる曲を中心に最後まで構成されていたなっていう印象ですね。はい。なので割と最近の曲というよりはちょっと前の曲が多いですけど、
最後から2番目、愛すべきべきヒューマンライフ。これ初めてね、みんながコールができる状態のライブとなりました。これめっちゃ嬉しかったですね。アンジュアンジュってやれて。で、ラストの曲が大器晩成ということで、ここでね、ここまでの流れで、大器晩成じゃなかったらコケってなるけど、やっぱりここから大器晩成で、ジャンプもできて、ジャンプもできて、みんなで最後は大器晩成大器晩成大器晩成をね、みんなで歌って終わるっていう、優等生みたいな、個人的には、フェスでこのセトリで行きます、はい合格ですっていう感じのセットリストだったかなと思います。もしかしたら人によってはいつもこういう感じじゃんっていう人もいるかもしれないんですけど、私はそれが正解だったと思うし、なんせやっぱり声出しができる、コールができるっていうのがやっぱ3年ぶりだったわけですから、定番のセトリだったとしても特別だったと思うんですよ。それをね、やっぱりたけちゃんの最後のフェスでもある今回のジャパンジャムで見せてくれたので、もう私はセトリ大満足でした。はい。で、たけちゃんのことで言うと、やっぱりハイライトとなったのは次々続々の感想のたけができたことですね。あそこの歓声はすごかったです。周りで聞こえたアンジュルムのステージの歓声はもうめっちゃすごかったし、やっぱりね、盛り上げがうまいですよね。やっぱりたけちゃんの、煽りとトークはなかなか今のハロプロの現役の子たち、アンジュルだけじゃなくて他の子たちはもうみんな真似したいだろうなと、みんな参考になるだろうなっていう感じでさすたけでしたね。すごい遠くの方を歩いている人にまでね、途中よかったら見ていってって言ったりとか、自分が最初泣いてしまったこととかも明るく笑い飛ばしてくれるんで、ファンの顔がさスクリーンに映るんですけど、みんな泣きながら笑ってるんですよね。その感じがね、またグッときちゃってはい、そんな感じで、あとは佐々木里香子さんはもう今日もステージを掌握しておりました。はい、もうはいかっこいいですっていう感じ。あとね、かみちゃんが私すごく心配だったんですね。皆さんそうだったと思うんですけど、フェス前日に仙台公演があったんですけど、実はちょっと前から腰を痛めていたらしくって、でその仙台のライブではもう立ちじゃなくて座りで椅子に座ってパフォーマンスをしていたらしくて、うわーと思って、フェス大丈夫かなって思って心配だったんですけど、いつも通りちゃんと可愛くて元気なかみちゃんを見せてくれて、よかったなって。ちょっとよく見たら少しダンスは抑えめにしてたかなっていう感じはしましたけど、そのことを知らないとわからないぐらい普通にちゃんと踊って歌って、はい、とにかく全方位美少女全方位可愛かったっていう感じでしたね。はい、ちょっと他のメンバーのことまで喋り出すとキリがないのでここら辺にしたいですけど、はい、もう本当に年下組の子たちにとっては初の声出し解禁のステージだったんですよ。それもね、この10人で迎えることができてね、本当に良かったなっていうことと、下の子たちに対してもコールができてね、すごい良かったなと思いました。はい、ということで、ちょっとアンジュルムで喋りすぎた感がありますけども、ちゃんとモーニング娘。の方も喋っていきたいと思います。はい、これね、さっき言い忘れたんですけどね、まずジャパンジャム初日めちゃくちゃ天気が悪かったんです。はい。めちゃくちゃ天気悪くて、もうこれやばいなと、ずっと雨かもしれないなと思ってたら、アンジュのステージが始まる直前に止んだんですよ。さすが晴れ女集団だなと思って、そっからしばらく止んでたんですよ。なのに、モーニング娘。のステージのちょっと前に降り出しちゃって、なんで今っていうもうちょっとやめてって思ったんですけども、雨の中のフェスっていうのも結構フェスの醍醐味だったりするじゃないですか。フェスといえば雨降りやすいみたいなとこがあったりするので、これはこれでいいかなって、はい、思いましたね。
でモーニング娘。登場して、まず最初に思ったのは皆さん多分思ったと思うんですけど、衣装めちゃくちゃ可愛いっていうはい、ジュースとかアンジュルムの現場が私は多いので、そんなにフリフリの衣装を着てるアイドルを見てないんですね。がっつり踊るじゃないですか、モーニング娘。は。その踊った時のスカート部分の動きがめちゃくちゃ良かったですはい。でセドリちょっとねここに出てると思いますけど、こうイントロがかかった時に周りのオタたちも盛り上がっていたのはやっぱねシャボン玉のイントロがかかった時にもうおーってなってからの愛する人はあなただけのところの水木だけコール、水木だけのところが一番声援が大きかったなってその場にいて感じました。はい。やっぱりさっきのたけちゃんのたけコールもですけど、福ちゃんもフェスは最後じゃないかもしれないけど、ジャパンジャムは福ちゃんにとってね最後のジャパンジャムになるわけなので、なんかやっぱり大声でそこで水木ってこう言うのがやっぱりねできてすごく本当に嬉しかったし、たけちゃんも福ちゃんもやっぱそこは同じだなと思いましたね。はい。でやっぱり印象的だったのはマッシュアップですね。マッシュアップメドレーが途中から入って、で私モーニング娘。は単独とか行ったことないので、なんか映像でね見ることはよくあったし、ひなフェスとかなんかそのハロコンとかで見るっていう感じだったので、モーニング娘。のライブといえばメドレーが入るっていうのは結構こう定番化していると思うんですけど、なんか意外とちゃんと見たことなかったんですよね、生では。で結論、このマッシュアップメドレーが私はすごくいいなって思いました。なんか本来はあんまりメドレーって好きじゃないんですよそんなには。はい。だっていいところでさ終わっちゃうじゃないですか。なんか盛り上がってきたってところで次の曲いっちゃってあれってなる時もあるんで、なんかそんなにどっちかというと一曲好きな曲は丸々聴きたいって思うタイプなんですけど、モーニング娘。のマッシュアップメドレーは何ですかね、やっぱつなぎ方がうまいんですかね。なんかね結構これはこれですごくいいなって思って、はい、楽しんで見てました。で最後の曲がすごく意外で最後メドレーが落ち着いて、なんかこう雰囲気的に次の曲に行く一瞬のなんか雰囲気でバラード来るなってこう分かる時あるじゃないですか。なんかそういう雰囲気を感じたので、これアイウィッシュ来るのかなって思ったら涙っちということでなんだろう、結構これはねファンじゃないと知らない曲だと思うので、モーニング娘。のことあんまり知らない人からするとちょっともしかしたらよく知らない曲だったかなとは思うんですけど、全員で大合唱しましょうみたいな感じで、こういうのがねやりたかったんだろうなと思ったし、なんかここでさらに雨が強くなったんですよ。最後の最後の曲ってとこでさらに雨が強くなったんですけど、雨の中のなんか涙っちの合唱っていうのが意外と良かったこれ個人的な感想。なんかこう意外と似合ってるっていうんですかね。はい。で最後にスクリーンに福ちゃんの顔が大きく映って、終わったので、なんかね福ちゃんありがとうって、私はもう最後かもしれないので生で見れるのがね、もしかすると、ありがとうっていう気持ちになりました。はい。めいちゃんはやっぱりね花がありますねちょっと前に M ラインのコンサートでほまめいがゲストの回に私行ったんですけど、やっぱこのほまめいの2人のアイドル感、アイドルオーラみたいなのはやっぱすごくって、それはやっぱりね今回もなんかキラキラしてるなって思いながら、はい、見てましたね。可愛かったです。もうみんな可愛い。はい、ということで、そうですね、ちょうど同じ日にモーニング娘。とアンジュルムの2つのパフォーマンスを声出し現場で見て、
両者の持ち味の違いみたいなのがやっぱすごくねこう分かりやすかったですね。やっぱりアンジュルムは曲もちょっとこうロックなものとかが多かったりとか、生バンドでやってほしかったぐらいなんかフェスを楽しむぞみたいな、たけちゃん中心にやっぱり盛り上げたいみたいな感じなので、しっかり盛り上げて声出してフェスを楽しむぞっていうスタイルが感じられたし、モーニング娘。はまた違ってこうさっき言ったようにすごく可愛い衣装でとってもアイドルらしい見た目なんだけど、ノンストップでほぼ MC とかもそんなになく踊りまくってこうパフォーマンスを見せるっていう、なんか楽しむアンジュルム見せるモーニング娘。みたいな、なんかそういう感じで両者のねスタンスなんだろう、良さの違いみたいのがすごく分かりましたね。はいということでなんか結構喋っちゃった気がするんで、ここら辺で今日は終わりにしようと思いますが、なんかとっても楽しかったので、今年の夏もっと他のねフェスもね行きたいなと思ってちょっと友達とも話してたりするので、なんか他の夏フェスもアイドルとかハロプロとか関係なくでも結構他に好きなアーティストもいるのでね行きたいなと思いました。皆さんも見に行ったよっていう方はぜひ感想を書いてほしいですし、行けなかった方もよかったらコメントお待ちしています。では、また次の動画でお会いしましょう。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。